質問ありがとうございます。フラッターでよく使う便利コマンドはありますかということだったので、今回は私が仕事や個人開発でよく使っている便利な機能や、設定を紹介していきます。中にはコマンドじゃないものもあるけど気にしないでください。今回はスニペット、実行ボタン、ショートカットの3種類に分けて順番に話していきます。ではまず一番最初のスニペットから紹介していきます。まずは何と言ってもやっぱりこいつでしょう。ST-less ですね。スニペットって聞いて一瞬なんだそれって思った人もいるかもしれないですけども、そうです、これのことです。 ST-less と書いたらメニューが出てくるので、一番上のやつを選べばこうやって一気に長いコードが出来上がってくれます。このシリーズの一番最初に準備したフラッターの基本の拡張機能を準備しておけばですね、誰でもすぐに使うことができます。他にもいろいろこういうのを使ってみたい人はですね、フラッタースニペッツとかで検索してみてください。例えばフラッターウィジェットスニペッツとかオーサムフラッタースニペッツとか、ここら辺のスニペットが有名です。例えばこのフラッターウィジェットスニペッツってやつをインストールしておけば、今回質問してくださった視聴者さんと同じように fcall と書けばカラムのコードが一瞬で出来上がりますし、flow と書けばローのコマンドが一瞬で書けるようになります。他にも F テキストとか F エッジとかこういうのがいっぱいあるんで、すごい便利だと思います。あとは状態管理のリバーポッドのためのスニペッツも用意されています。私の動画ではよく ST-less でステートレスウィジェットを作ってからコンシューマーウィジェットに直していきますみたいなことをやってるのを見たことがあると思いますけども、この拡張機能をインストールしておけばコンシューマーと打つだけでいきなりコンシューマーウィジェットが出来上がるようになります。いつもこれなんか手直しするのが面倒だなと思っていた人はぜひこれを使ってみてください。で、ここまで紹介しておいて言うのもなんなんですけども、実は私は個人的にはこういう他の人が作ったスニペットの機能はあんまり使ってなくてですね、自分で手作りしたやつをいくつかだけ使っているので、そのやり方も一応説明しておきますね。はい、というわけでいきなり始まる手作りスニペット講座なんですけども、まずは .vs コードっていうフォルダを作ってください。で、その中に xxx の .code-snippets というファイルを作ります。この xxx のところは好きな名前で大丈夫です。自分の名前でもいいし、チームの名前でもいいし、アプリの名前でも付けておいてください。そしたらそのファイルの中にこんな感じで自分の好きなスニペットを書いておきます。今バーっとコピペしたんですけども、ここに ABC って書いてあって、ここにも ABC ってありますね。こことここは基本的には同じ文字で合わせておくのがいいと思います。で、ここに ABCDEFGHIJKLM と長いコードが書いてあるとして、で、真ん中のところに Dart って書いてありますよね。で、これは Dart のファイルの中で使えるスニペットですよっていう意味になります。Dart ファイルの中で ABC って書くと、長い ABCDEFGHIJK っていうコードが一瞬で出来上がりますよっていう意味になっています。やってみましょう。適当な Dart ファイルの中に入って ABC って書くと、はい、ABCDEFGH っていうのが一瞬で出てきましたね。こんな感じで自分だけのオリジナルスニペットを作っていくことができます。もしも皆さんの中でなんかフラッターやっててこのコードどうしても長くて覚えられないんだよなとか、そういうのがあったらぜひ自分用のスニペットをいっぱい作ってみてください。プログラミングの勉強で大事なのはコードをたくさん覚えていくことではなくて、どうやって楽にコードを書けるのかを知っていくことですね。ちなみに動画の説明欄に私が作ったこのオリジナルスニペッツのファイルも貼っておきます。よかったらこれどんどんパクってみてください。で、この私のスニペッツ使うと、例えばなんですけども、フリーズドって書くと、前のフリーズドの動画で紹介した長いテンプレのコードあったと思うんですけども、それが一瞬で出来上がるように設定しています。で、他にも enum コーダブルっていう風に書くと、まだ動画でやってないんですけども、便利な enum 型のコードとかが一瞬で出来上がるようになっています。逆に皆さんが作ったオリジナルスニペットとかもどんどん募集したいので、いいのができたらぜひ教えてください。はい、ではここまで長くなりましたけども、次に行ってみましょう。次は実行ボタンです。VS コードでは左側のところに再生ボタンの横になんか虫がついてるみたいなアイコンがありますよね。で、これを使うためにはですね、ちょっとした準備が必要なので、今までの動画ではあんまり使ってなかったんですけども、ついにこいつを開放する時が来ました。まずは準備のためにですね、さっき作った .vs コードっていうフォルダの中に3つ作ります。launch.json、settings.json、tasks.json の3つのファイルを作ってください。
中身は1個ずつ説明していくとちょっとめんどくさいので、とりあえず全部こんな感じでコピペしておいてください。これも動画の説明欄から見えるようにしておきます。で、今やったことで何ができるようになったのかっていうと、この虫と再生ボタンのアイコンのところを押して、で、上のところですね。で、ここで、どうやってアプリを動かしたいかっていうのを選びます。例えば、iOS のシミュレーターで動かしたいなとかっていうのをここで選んで、で、再生ボタンを押すと、こんな感じでめっちゃ簡単にアプリが動き始めます。ちなみに余談なんですけども、いつもの私の開発の流れは、まずパソコンを開いて、こうやって何もないところから VS コードで作っているプロジェクトを開いて、で、このアイコンのところを押して、再生ボタンを押すっていうだけで、これでアプリが動き始めるようになっています。結構早くて便利ですよね。で、他にもこのメニューのところから Chrome ってやつを選ぶと、いつも動画でやっている Chrome の画面でアプリを動かせますし、iOS デバイスってやつを選ぶと、パソコンにつながっている自分の iPhone とか自分のスマホで実際に動かせるようになっています。ただ、ここら辺は注意があってですね、Android とか iPhone で実際に動かしたいときは、先に Android Studio とか Xcode っていうような開発アプリを準備しておかなければいけません。で、そんで、例えば iPhone だったらこの Xcode のこういう画面があるんですけども、ここで動かしたい iPhone を選んで、例えば iPhone14 プラスのシミュレーターだったら、ここで右クリックでこうやって ID をゲットできるので、そのゲットした ID を .vs コードフォルダの中のこの settings.json っていうファイルの中にこうやって書いておいたりする必要がありますね。で、ここら辺はですね、使っているパソコンとかにもよって違ってくるので、詳しい話は今度また別の動画でまとめてみようと思います。なので、私の動画を順番に見てくださっている方は、もうしばらくの間は iPhone とか Android で動かすのは我慢していただいて、しばらくはこの Chrome ってやつだけを選んで動かしていくような感じでやっていただければなと思います。で、この再生ボタンでアプリを動かすと、実は今までできなかった新しいこともできるようになります。それはブレイクポイントです。ついに来ましたね。プログラマーの方はみんな大好き、ブレイクポイントです。これは知ってる人も結構多いと思うので、わざわざ説明する必要もないかもしれないですけども、軽くだけ説明しておきます。ここら辺のコードがなんか気になるなーって思った時とかに、この横のところをポチッと押すと、赤色の丸マークがついているのがわかりますかね。これをつけておくとですね、アプリを動かしている途中とかに、この赤色のマークの行に来たら、そこでピタッとコードが止まってくれます。で、そして、例えばそこから1行ずつ順番にゆっくりコードを動かしていくことができるんですね。なんかバグが起こった時とか、こうやって画面と一緒に見比べながら、どこのコードがおかしくなってるんかなっていうのを順番にチェックしていくこともできますし、この画面に出てない、見えてないところとかをチェックしたい時にもですね、この左上のここを見てください。例えばここのユーザーネームっていう変数の中に、今 RubyBird っていう文字が入ってるなとか、中身のデータをここで見ることができるし、あとは単純にコードがどんな順番で動いてるんだろうなっていうのを一つずつ、ざっくりなんですけども確認することができるので、勉強にもなりますよね。これはすごい便利です。なので、このブレイクポイントってやつを使った経験が一回もないなっていう方はですね、適当なところにこうやって印つけて、で、再生ボタンでアプリを動かして、で、そこでピタって止まるところだけ自分で一回は挑戦してみてください。はい、そんな感じですかね。はい、で、それでは最後にですね、キーボードのショートカットをいくつか紹介して終わりにします。で、今回はですね、未経験の方を対象にした動画なので、パソコンをよく使う方からすれば、当たり前なものばっかりかもしれないですけども、何か一つでも知らなかったことがあればラッキーだな、みたいな感じで、聞いてみてください。では、バババーっと紹介していきます。こうやって選択したところを、コマンド C でコピー、コマンド V でペーストですね。これはみんな使ってると思います。Windows を使ってる方はキーボードが違うと思うので、下側に出しておきます。ちなみにこういう単語選択とかもショートカットでできるんですけども、最初はショートカットいっぱいありすぎて覚えきれないと思うんで、普通にマウスを使って選んでいっても全然いいと思います。カチカチっとダブルクリックすれば単語の単位で選択できます。はい、次に何か変更してて、間違えちゃったとか、変えたところを元に戻したいなという時はですね、コマンド Z で元に戻せます。で、逆に元に戻しすぎたなという時はですね、コマンドシフト Z を押せば元に戻すのを逆に進めていくことができます。何かにミスった時とかはここら辺を使ってみてください。次に探す系ですね。コードどこに書いたっけなとかって時はですね、コマンド F でファイルの中を検索します。
バナナとかって検索すると、このコードの中でバナナって書いたところを探すことができます。でこうやっていくつか見つかると思うので、ポンポンボタンを押しておけば見つかったところを順番に見ていくことができます。で、今探したのはこのファイルの中だけだったんですけども、アプリ全体のプロジェクト全体から探したいときはですね、コマンドシフト F っていうのを押すと、このファイルだけじゃなくて他のファイルの中からも探してくれます。はい、次に行きましょう。次はいらないコードとかを見つけた時とか、一瞬だけ消しておきたいなという時に使えるコマンドスラッシュですね。これでいらないコードとかをコメントアウトで消しておくことができます。でそして後からやっぱこれ使いたいなってなった時には、もう一回コマンドスラッシュって押すとコードを復活させることができます。でたまにですね、このコメントアウトになったコードがいっぱい残ってる方とかいるんですけども、いつまでもずっとこれが残ってるのもそれはそれでちょっとあれなんで、目的が完全になくなったコードは忘れずに消し去っておきましょう。次にコードにつけた名前を変えたいとき、例えばここにコントっていう名前つけたんだけど、なんか分かりにくいからやっぱり省略せずにコンテナっていう名前にした方が良かったなとかっていう時はですね、こうやってコントって書いたところを一箇所ずつ地道に直していくっていうのはめんどくさいので、ファンクションと F2 を押すとまとめて全部新しい名前に直すことができます。自分が書いたコードとかをもっといいコードに直したいなっていう時にこれを使ってみてください。次に例えばこのバナナカウンターっていうウィジェット、最初に作ったところってどこだっけってなった時とかには、ファンクション F12 を押すと作った場所にジャンプすることができます。バナナカウンターって何だったっけとかって迷った時にはぜひこれ使ってみてください。で逆にこのバナナカウンターを作ったところを見てるときに、じゃあこのバナナカウンター使ってくれてる人はどんぐらいいるんだろうっていうのが気になったら、オプションシフトファンクション F12 を押してみてください。ちょっと押すキーが多すぎて覚えられないっていう人はですね、右クリックで Find All References っていうのを選んでも OK です。するとバナナカウンターを使ってくれているところを全部すぐに見つけることができます。でこうやってですね、いっぱいショートカットを使っているとどんどん別のファイルとかに行ったりして、さっき見てたファイルに戻りたい、前のファイルに戻りたいってなったのに、ファイルがいっぱい開きすぎてて、で今自分がどこにいるのか分からなくなってしまうってこともあると思います。なので最後にそういう時のためのショートカットを紹介します。はい、こうやって別のファイルとかにジャンプしていた時に、さっきのファイルに戻りたいってなったら、コントロールマイナスを押せば前にいたところに戻ることができます。でどんどん戻っていって、で逆にまた進みたいなってなった時はコントロールシフトマイナスを押せばもう一回次のところにジャンプして飛んでいくことができます。でそういうのをやっててもそれでもよく分かんなくなってきた時は、このエクスプローラーの中のどこかを選んでから、コマンド左を同時に押すと全部のフォルダが折りたたまれて一旦スッキリすることができます。もし本当に迷っちゃったらここからもう一回探しに行きましょう。で、こうやってどんどん開きすぎてぐちゃぐちゃになってきたら、またコマンドマイナスで折りたたんでおいてください。はい、以上になります。他にも皆さんのおすすめの機能とかがあったら、ぜひ私に教えてください。コメントどんどんお待ちしております。それでは今回の動画はここら辺にしておきます。最後までご視聴ありがとうございました。ちなみにこれが2023年の最初の動画になります。今年も1年間皆さん何卒よろしくお願いします。それではまた、バイバイ。